皆さんどうも、とりちゃんです。こんにちは、あいずみです誰最近全然2人でブログ撮ってないからね。確かにね。なんかどうやって話に入ればいいのかわかんないけど。トリズファミリーチャンネルになってたねそうね。ある意味トリアディズニーですから。確かに。なんかね、結構日本に引っ越してから生もの大丈夫ですかとかお寿司食べれますかってよく聞かれるんだけど、好きです。もうお寿司大好きです。全然食べれますし。で寿司好きすぎて最近ちょっとお寿司の歴史について動画を撮ろうかなと思ってもういろいろ調べてて論文書けるぐらいどこからこんな発想湧いてきたのかなって思って調べてたの。ルーツとかあんま知らないからね。知らないでしょ。昔か江戸ぐらいからあるなって思ってるだけぐらいかも。今日はねお寿司について罰ゲームとクイズをねやろうと思ってて、お寿司の起源っていうのがあって、古代寿司って言ってこのものからお寿司の歴史が始まったんじゃないか説があるので、寿司の前身っていうか進化元そうポケモンみたいな、なるほどね。古代といっても今でも日本で買えるらしくてちょっと買ってみましたちょっと待って持ってくるわ。届いてきたの、いやいろんな説明書も含めて。何これ、アワビみたいな、なんか牡蠣みたいな結構ね、船寿司。そう、これ船寿司、慣れ寿司とも言って、船寿司って言うんですけど、昔の日本のお寿司らしいです。1300年前ぐらいから歴史が始まってて、船で作ってるらしい、昔の人が。だから川の魚を使って作ってたらしいんですよ、昔のお寿司。結構今のイメージだと船ってあんまり食用じゃなくて、結構匂いとかきつくて、下処理が大変なイメージがあったけど、昔はこれがメインだった。そうらしい。でしかもなんか昔の作り方だと魚とお米と塩を混ぜて発酵させて1年間とか2年間ぐらい放置して、じゃあ生魚と程遠いねそうね、生ではないかな、発酵食材、チーズみたいな感じ。それをやってる間に1年間とか2年間経つと米がこんな感じにもうぐちゃぐちゃになるんで、カスになるんだなのでこの下は米らしいです。もう握りとかじゃないんだね。そう、もう米も食べないらしいです、昔の慣れ寿司は。なので魚だけを食べるんですよ。1年間漬け込んで作ったお寿司らしいなので、食べたいような、でも食べたいな、どんな味するのかちょっと想像できないですね。絶対今のお寿司と味が違うんだろうなっていうのは想像できるけど、米も食べないし川の魚も使ってるし、しかも1年間漬け込んで、っていうのなので、これは罰ゲーム的な。罰ゲーム美味しくないのわかんない。うまいかもしれない。うまかったらラッキー。質問5つを用意してるんだけど、泉が2問を正しく答えたら、これを私が先に食べます。5問中2問俺が先に正解したら鳥に食べさせることができるの。そうどういうルールやで、逆に泉がどういうルール全然答えれなかったら泉が先に食べるという感じ。質問全部私が答えしてるから泉だけが答えることになるけど、純粋な俺のチャレンジでっていう感じかね。第1問、お寿司の歴史のスタートはいつだと思いますか？それは西暦で？時代でもいいかな。もうほんと握り寿司？いや、もうこういうですね。船寿司の状態か。かなりなんか漬物とかなんかな。これも一応お寿司ですからね。奈良漬けとかあるからね。なるほどね。こういう感じのやつは江戸前寿司はちゃんと握り寿司な気がすんだよね。そういないめっちゃこれ鳥嘘つけないからなんかねっつったらって室町時代だ。ブブー。マジで？ブブー。1600年ぐらいじゃない？奈良時代かららしいです。すげえ、俺奈良漬けのあれとかそのままストレート近いと思ってた。そんなに遡るの？1300年前らしい。マジかよ。710年ぐらいから中国から伝わってきたらしいんですよ、こういう魚の作り方が。という説があります。もちろん。でも確かにもうちょいあれだ、推論すれば答えられた気がするわ。このスタイル確かに相当前だよね。2問目。お寿司の今の漢字書きますか？今のお寿司。これがね、江戸時代から使われてる文字らしいよ。
なんか昔のお寿司の違う感じがあったらしい。あ今でも時々使われてるよ。あったなぁ。いやそれを書いてほしい。魚編だったような気がするんだよな。紙も一枚。確か。うわーちょっと待って。いやでもね一文字であったんだよね。あ書いてるかもしれない。あ書いてない書いてない。よかった。ちょっと待ってマジでむずいんだけど。寿司一文字だよね。一文字。ヒントくれます？ヒントは一文字。いやもうそれはもうちょいヒントくれないですか？魚編だよね。魚編。いろいろ字を当ててみてしっくりきてるやつかね。でもなんかスっていう漢字が入ってたような気がすんだよな。この昔の作り方は中国から伝わってきたらしいんですけど、その時にその漢字も塩麹って中国語から来て、塩麹って出てかっけ？で中国の呼び方はさとし、なんか2パターンがあるんだって。だからなんか2パターンがあるんだけど、どっちか書いたらなるほど。どっちも魚編で。これうわ違う？不正解でいいからもう一個ちょっとこっちじゃないかなって思ってたのやっていい？こっちじゃないですか？じゃなくて米。ブブ違う違う答え教えてくれ。これ喜ぶ。これそっちなの？書いてみて。そっちなんだ。マジか。そっちか。じゃあすっていう漢字はこれな。こっちでしたね。そうこれはさ中国語で呼んでて、ね、魚の塩漬けっていう意味らしいです。なるほど。じゃあその漢字のどっちかが入ってるかなって思ったんだよね。なるほど。私はどっちかというと作ると思ってたんだよこれは。ああ、すっていう字が酒で作るって。なるほどね。いやでもなんかすまだ入ってないってからそんなにかなって。ちなみにもう一つのやつがこれなんだよね。しこれ。これめっちゃ見たことあるわ。なんで思い出せないんだそれ。これは脂肪？どういう意味？脂肪じゃないかな。旨味とか。そうだよね。旨味っていう字で。うわってかそっちだわ。ね、俺普通に恥ずかしいわこれ。でもこれあんま見ないからね。いやでもこの2つが店の名前でめっちゃあるわ。だった昔のお寿司にやばいちょっと恥ずかしいこれ。普通に日常漢字間違えてるような感じだ。今のお寿司の漢字を見てこれの意味は何ですかって海外の人にいろいろ聞かれたことがあるんだけど、私もあれ見てなんでこの食べ物にこの名前なのかずっと理解できなかったんだけど、あれ当て字らしいんだよね。これ寿を司るっていう、そう寿を司るという意味で、お祝い事に食べるとか命がなんか長くなるとか、そうか寿命の字だ。逆にこの昔の中国の漢字を見るとこれが、魚を使われている料理なんだなとかわかるけど、あと3つ頑張る。あと3つ OK。 3つ中2つ答えればいいってことですね。そうだね。あとワンミス大丈夫なんですね。慣れ寿司は米食べないんですけど、米食べないんだけどいつから米を食べるようになったのかっていう3問目の質問です。魚に米を乗せてる感じ？もう魚も米も食べるようになった時代があったんだけど、これいつの時代ですか？江戸時代じゃない？江戸時代。ババ違うの？室町時代。そうなんだ。ちょい早いんだ。室町時代からこういう慣れ寿司は押し寿司っぽくなってきて、で発酵の時間を短くして1ヶ月とか、今2週間とかにしてたらしいから、もう米ギリギリこうぐちゃぐちゃにならないから食べるようになったらしい。ちょっとミスターイズに頑張らないとこれは先に食べる方になるんです。江戸時代のお寿司はね、お刺身使ってなかったらしい。焼いて煮て加熱処理をしてた。そう加熱処理か、塩漬け醤油漬け、酢でつけて食べてたらしい。いつからお刺身を使ってお寿司を握るようになったのかっていう4問目の質問。いつから？時代やべえな。もうこれ江戸時代って言って全部江戸時代で答えてるから結構日本の歴史とつまり分かった。俺文明開化冷蔵技術が発達してからだから、多分明治以降だと思うんだって。文明開化して、明治だ。明治。はい。おー初めて。よしよしよっしゃ。そうじゃあ冷蔵庫を
がアメリカから輸入してきてかな。多分最初は冷蔵庫っていうか、なんかでっかい機械を使ってて、時代は珍しいんだけど、まだ冷蔵庫とかそういうのは概念としてはないんだけど。なるほどね。1。よかった。じゃあギリギリやね。じゃあ最後の質問ね。ほい。5問目。ほい。何をきっかけに握り寿司が全国で流行り始めたのか。江戸前寿司は江戸、東京で作られたらしいんですけど、その時に江戸湾で取れた魚で作ってたから江戸前寿司って言われたんだけど、大阪とか、京都とかで全然違う寿司が流行ってたらしい。その箱寿司、今の押し寿司みたいなやつとか、で握り寿司、江戸前寿司は東京だけで流行ってた。なんかがあって全国的に握り寿司が流行ったっていうのが大きな国の出来事。そう、大きな国の出来事、絶対歴史上で学ぶし、ヒントね、1900年代前半。逆にそれ以前は握り寿司なかったの？江戸だけ。もう一回整理すると、握り寿司があったのは、江戸だけ、でそれが広まった時期と出来事はいつでしょうみたいなクイズかな。なるほど。握った歴史的な、握りので、お寿司と関係ないイベントなんだけどね。第二次世界大戦で、ででも絶対違うからそんな生魚持っていかないやってそっか。けどでもちょっと近代すぎるか。そう、1900年前半。でも戦争系聞かないで私答えちゃうから。いやでもなんかテレビとかでそういうマスメディアが発達してからじゃないと全国で一気にっていうのはないと思うんだよね。つまり新聞とかの報道だと思うんで。意外なことかもしれない。意外かもしれない。なんかいいことじゃない。いいことがなんかこう文明発達したから握り寿司が流行ったんじゃなくて。それだったら江戸時代の終わりなんじゃない？何が？鎖国をやめたんじゃない？いや、それも違うね。違う。全部答えちゃう。めちゃいい感じにこう。ちょっとやめなさい。車の輸入スタートで江戸で握り寿司を見た職人たちが興奮して「お見たあれ」みたいな「握ってたよね」つって車で帰って持って船分かった、鉄道だ。鉄道が開通した。新幹線もういい？もう負けたでいい？分かるね。分かんない本当に。いい？負けたでいい？負けたで大丈夫。最後のすごい大きいヒント。何かの出来事で東京にいた寿司職人たちが全国で広まった。全国に行っちゃったっていう。関東大震災。そういうことね。地震で散らばった。なるほど、ね。そうっていうなるほどね。って言われてます。なるほど。だから結構江戸に集中してたけど、関東大震災1923年にあって、そこからみんなが、地元に帰ったりとか他の町に行ったりして、でそれで握り寿司が全国で広まったっていう、話がある。100%かどうか分からない。そうなんだ。じゃあ偶発的に。そうやばいね。あまりなんかいいことで広まったというよりかは、けど歴史上でこうなった。じゃあこれを食べますか？全然もう今となってはもう船寿司の興味がすごいから食べたくてしゃあない。美味しかったらいいんだけどね。いや深いね。どう？絶対ダメだ。ダメだ。塩分高い。きそう。酸っぱいね。なんか酢使われてないはずなんだけどね。しその匂いがちょっと。船、米、塩ってしか書いてないよ。すごい。なのに酢の匂いがする。発酵したら酢いってるね。うわー。これ罰ゲームでよかったと思うよ。本当？いただきます。どうかな。美味しいかな。
半分でもいいよ。結構ポロポロなんかアンチョビ一気にいく？アンチョビみたいになって一気に2つなる。結構酢の匂いするね。マジで酒粕っぽい。これ寿司じゃないのでも意外と美味しいよ。そうなの？でも俺は好きじゃないけど。どんな味がする？なんかね、酸っぱくてアンチョビみたいな食感だけどめっちゃ酸っぱいんで。酸っぱいんだ。漬物とか酢の物みたいな。面白い。酢が使われてないのに。でもなんか噛むとすごい旨味がっていうか旨味が出てくるって感じ。本当。じゃあちょっといただきます。古代の日本のお寿司を。酸っぱい？私この味ちょっとどんだけ歴史調べてんの？酸っぱいね。これ食べるの無理かも。でもなんかウクライナ料理にあった気がするな、こういうの。なんかあったよね。やばい、これよく食べたね。でも小餅のところはちょっと違う味かも。あれだね。なんていうの？多分私が尻尾の方食べたからそうかもしれないけど、硬くてなんか酸っぱい生魚みたいな味がする。生の味がするね。なんかあるよね、こういう系。селедка под шубойもしかして。あれはね、酢なんだよね。酢で作ってるかな。もうちょっと酢、あと砂糖も入ってるか。最初は酸っぱいって思うけど、噛んでいくと塩気となんか肉の魚の旨味みたいなのがちょっと出てくる感じ。ちょっとジャーキー感がある。すごい生のジャーキーって感じ。これ1年間も漬け込んだって思わないぐらい生の味がするけどね。すごいね。結構風味があるね。炙ったら美味しいんじゃない？なんかネットに書いてあったよ。これは炙った方が美味しい。洗った方がいいかもね。なるほどね。表面のなんか酸っぱさがガツンってきてるから。洗うって書いてなかったね。酸味が苦手な方はみりんを少々かけるとマイルドになります。なるほど。だから確かに酸味なければ食べれるかもしれないね。思ったよりかは俺嫌いじゃなかった。本当、私すごい好きじゃないから申し訳ないけど、今の江戸前寿司の方が好きかな。でも別物だね。寿司とはね、今の。これが本当に昔の人の知恵っていうか、どうやってこの魚を保存して長く食べれるのかって思いついたのはこれなので、うまくなくてもいいかもしれない。もう本当に保存食だからすっごい酢の匂いがずっと酢の匂い、酢が使われてないのに酢の匂いがするの不思議すぎる。発酵してますね。でも乳酸菌感すごいあるね。この米も一応食べてもいいかもしれない。そうなんだ。米も酸っぱいかも。でも酒粕って感じの味がする。でも米甘。最後の最後で米って感じか。確かに最後は米だ。米の甘い感じ。米の方が食べれるかもね。お酒に合うかもしれないね。日本酒とか。日本酒に合いそう。とは合いそうかもね。こんな感じでね、これもう米もなしで食べるのもあれだからね。ちょっとこう炙って米とお酒と一緒に食べるのもありかもしれない。おつまみになりそうだね。でちなみに次の動画でね、江戸前寿司も作ってみたいと思う。いいです。このシリーズの続きでね。江戸前寿司は普通の握り寿司とはちょっと違うの？それは次の動画でお楽しみですね。めっちゃいい引きみたいになっちゃった。見てくれてありがとうございます。終わりですか？終わりでいいかな。じゃあね。一回試してみてもいいかもね。面白い。なんか日本の歴史を感じる。感じますね。なんかすごい重みがある。すごい。こっから始まったんやって思うと、すごい美味しく感じる。すごいですね。では、さよなら。